皆さんこんにちは。いやー、考えてみてください。夜空に美しく輝く月と、片や泥の中にいるすっぽん。この二つが日本では比べ物にならないくらい違うっていう意味のことわざになってるんですよね。月とすっぽんだなんて言いますけど、一見何のつながりもなさそうなこの組み合わせ、どうして生まれたんでしょうか。今日はこのとっても奇妙でも実は奥が深いことわざの謎を皆さんと一緒に解き明かしていきたいと思います。そう、まさにこのイメージです。片方は天上で神々しく輝く聖なる存在月。そしてもう一方は地上というか泥水の中に住む俗なる存在すっぽん。日本ではこの二つがもうどうしようもなく違うものっていうことの代名詞になってるんです。でも不思議じゃないですか？世界に物はたくさんあるのになぜよりにもよって月とすっぽんだったのか。その謎に早速迫っていきましょう。はい、最初のセクションです。不公平な比較。まずは、このことわざが一体どういう意味で使われているのか、その基本から見ていきましょう。基本的な意味はこれですね。見た目はなんとなく似てるんだけど、その中身、つまり質とか価値が全然も根本的に違うよねっていうことです。ここで大事なポイントが、この見た目が似ている、特に形が似ているっていうところなんですよ。崇高で美しい月の象徴に対して、すっぽんはなんだか泥臭くてちょっとグロテスクな存在。そんな風にものすごく極端に対比されているわけなんですね。じゃあなぜ似ているとされるのか。最もシンプルで一番よく言われる説が、その形です。空に浮かぶまん丸い満月とすっぽんの甲羅。どっちも丸い。ただそれだけという非常にわかりやすい視覚的な理由なんですね。これ結構昔から言われていて、江戸時代の随筆なんかにも、すっぽんの甲羅が丸いから丸っていうあだ名で呼ばれて、満月と比べられたなんていう記録がちゃんと残ってるんですよ。でも話はそんなに単純で終わらないかもしれないんです。もしこの謎の本当の答えがすっぽんの形という生物学的な特徴じゃなくて言葉の音、つまり言語学的なところに隠されているとしたらどうでしょう。ここからがこのことわざの起源をめぐるさらに深い話になっていきます。さあ、セクション2、語源の謎。お盆からすっぽんへ？そうなんです。ここにはある言葉のミステリー、言語的なパズルが隠されているという説があるんです。ここで鍵を握るのがこの朱盆という言葉です。まあ見ての通り朱色色に塗られた美しい丸いお盆のことですね。この滑らかな円形と艶のある鮮やかな赤。これを夜空に浮かぶ月と比べてみる。どうでしょう。自然の美である月と人工的な工芸品の美しさ。すっぽんと比べるよりなんだかずっと優雅でしっくりくる対比だと思いませんか？これがその手本転化説です。もともとは月と手本だったんじゃないかと。つまり自然が生んだ最高の美と人間が生んだ工芸の美を比べる、すごく穏やかで風流な表現だったわけです。ところが、朱盆とすっぽん。ちょっと声に出してみてください。朱盆、すっぽん。ね。音が驚くほど似てますよね。この音の響きが似ているせいで、人々が口伝えで話しているうちに、いつの間にか月とすっぽんに変化してしまった。その結果、優雅な美の比較だったものが、天井の美と泥の中の臭さを比べるという、よりユーモラスでインパクトの強い表現に生まれ変わったんじゃないかという説なんです。いかにも江戸っ子が好きそうな言葉遊びというか、シャレの効いた変化ですよね。実はですね、こういう不均衡な比較、つまり価値が全然違うものを並べてその差を強調することわざって日本語には他にも結構あるんですよ。例えば、丁重に吊る壁。どっちも吊るすものですけど、重さも価値も全然違いますよね。それから、下駄に焼き味噌。まあ見た目が似てるってことなんでしょうけど、片方は食べられない、片方は食べ物。これも全然違う。ただ、その中でもやっぱり月とすっぽんが持つ天と地ほどというこの圧倒的な価値の落差は際立っているなぁと感じますね。はい、セクション3。すっぽん、泥の中のスター。では、なぜ数ある生き物の中からこのすっぽんという存在が月の対極というこれ以上ない完璧な役を演じることになったんでしょうか。そのキャラクターをちょっと詳しく見ていきましょう。
いやー、このプロフィールすっごく面白いんですよ。まず名前の由来からして、水に飛び込む時のスポンっていう音から来てるっていう説が有力なんです。静かな月のイメージとは真逆で、音を立てる騒がしい存在なんですね。それに甲羅。月のあの完璧な円とは違って、川みたいにブヨブヨしていて、泥にまみれた不完全な円。鍋の蓋に似てるなんていう日常的な感じも特徴です。おまけに一度噛みついたら雷が鳴っても離さないなんて言われるくらい獰猛な性格。これら全部が静かで清らかで神聖な月とはもう真逆のイメージを完璧に作り上げているわけです。そう。だからこそ、このことわざの世界においては、すっぽんは月と比較されることによって、価値が低いものの象徴っていう役割を、運命づけられてしまったわけですね。では、ですよ。言葉の世界ではそういう役回りです。けど、現実の世界ではどうなんでしょうか。ここからこの話は現代ならではの面白いパラドックスへと入っていきます。セクション4、価値の大逆転です。ことわざの中では散々な言われようのすっぽんが、現代において迎えた驚くべき地位の逆転劇。これを見ていきましょう。まさにこの一言につきます。言葉の中では低価値の象徴。料亭では高級の象徴。そうなんです。言葉の世界であれほど無価値の象徴とされてきたこの生き物が、現実の食文化においては実はとんでもなく高価な、超がつくほどの高級食材なんですね。じゃあなんでそんなに価値が高いのか。すっぽんは料亭で出てくるすっぽん鍋に代表されるように、特別な日に食べる晴れの食事とされています。その理由は何といっても豊富な栄養価。特にお肌に良いとされるコラーゲン。それから生命活動に欠かせない必須アミノ酸やミネラルがものすごく豊富で、昔から使用競争の食材として重宝されてきたんです。そしてこの価値が現代の健康ブーム、美容ブームとがっちり結びついて、巨大なサプリメント市場まで作り上げているんですよ。こちらのグラフを見ていただくと、その経済的な価値が一目瞭然ですよね。様々なすっぽん関連のサプリメントが、こうやって数千円という価格帯で普通に売買されているわけです。これは、ことわざが持つすっぽんは価値が低いものというイメージとは全く逆の現実がここにあるという何よりの証拠です。つまり、ここに言葉の世界と現実の世界との間に非常に面白いねじれが生まれているわけです。言語の世界では、言ってみれば無価値とされながら、現代社会の経済的な物差しで測ると非常に価値が高い。このギャップこそが、たった一つのことわざをここまで深く考えてみる面白さなんだと僕は思います。ちなみに、この見た目は似てるんだけど中身は全然違うというニュアンス、英語では chalk and cheese、つまりチョークとチーズと表現されることがあるそうです。どっちも白くて塊ですけど、片方は食べられない、片方は食べ物。決定的に違いますよね。国や文化が違っても似たような発想で言葉が生まれるっていうのはすごく興味深いことだなと思います。さて、ここまで月とすっぽんという一つのことわざを深く深く掘り下げてきました。最後に皆さんにも考えていただきたい壮大な問いを投げかけて終わりたいと思います。それは、私たちの言葉の中に埋め込まれた価値観は時代とともにどう変化していくのかということです。すっぽんの例がはっきりと示しているように、社会が変わり経済的な価値が重視されるようになると、言葉の中に閉じ込められていたはずの価値でさえもその意味合いを変えていくのかもしれません。この変化を皆さんはどう考えますか？